にちは。今回はゼロから始める異世界生活第52話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。一番やべえの来ちゃった。またやばいしな。短期じゃなくて司教同士組んでるのかよ。79番目めっちゃおるやん。78人も妻いるの裏山。魔女卿2人焼いてたよ、やべえな。79番目ってキリが悪くない？これはセーブポイント更新かな。凄まじくテンポいいな。セーブポイント近すぎだから。ベアコ頼れる。ベアコエ娘や。ベアコ出れすぎだろ。信じてくれる相手がいるだけでスムーズだ。このアニメのメインヒロイン、もしやベアコか。ループ共有できるヒロインは強いな。ベアコ完全に攻略本だな。エミリア単強武装庫大きくなってないか。レムの分まで大きく。おまるパイ成長しすぎなんよ。パーティーに女がいるとバフがかかるの。女というよりエミリアに反応している。魔女卿に話が通じるわけないだろ。ちゃんと戦ってるの初めて見た。エミリアタンが案外活躍してる。3期はアクション頑張ってんな。こんなに剣使えたのか。ひょっとしてエミリアさん強いんじゃ。かなり強い方。エミリアタン強くて可愛い。エミリアタン珍しくヒロインっぽい。冒頭の訓練が役に立った。普通に肉弾戦に持ち込んだ方がまだ勝機ありそうだな。なんでエミリアは操られないんだろう。あとスバルも。石田は変態にて輝く。79人もいたら相手するの2ヶ月に1回とかにならないか。1日に複数人相手しろよ。誰が1日に1人しか相手できないと思ったか。ひょっとして怠惰担当ってまだマシな方だった。2期酷評されてたからか。3期は力入れてきて面白いな。少々の犠牲はしゃあないから速攻で倒せばいいのでは。前期なら今回の話で4話ぐらい使ってそうだった。エミリアの戦いの掛け声が可愛すぎる。よいしょ。エミリアタン可愛すぎか。全くもって正しい判断なんだけど、エミリアタンの先制攻撃が容赦なくてちょっと笑ってしまったわ。洗脳前になんとかしないということかしら。ラインハルトとタイマンならいけるわけだよな。気絶させればいいの。過去のリゼロ史上一番連続し時間が早いだろこれ。かなり精神的にきついよな。セーブポイントがずっとうまいってきついな。ダメというかラインハルトにとっ捕まえてもらってスバルがとどめさせばいいんじゃ。レティの信頼度高すぎだ。いい加減手ベアコ氏に戻りわかるのか。見ていることが条件やろこれし。ベアコは良い嫁だな。こういう告白はいいんだ。いきなり先制攻撃。草。不意打ちすぎる。メグミンかお前は。判断が早い。エミリアって強かったのか。エミリオツエミリアタンも強くなってるな。エミリアってこんな強かったっけ。エミリアタン強い。さすが力入れてる僕見え。こんな物理で戦うやつやったっけ。しかしエミリアタン即断速実力高えんだな。勝ち筋が見えねえ。今回も分割にクールなのに展開早く感じる。これはスバルがなかなか死ぬ目合わなくて火に戻りできないパターン。とりあえず自害しとけスバル。自害ってできるんだっけ。一気とか結構してる。真面目で正直で熱血で王道な石田キャラが主人公な作品はないのか。最近は抑えめだったけど今期の石田はこれと来世は他人が良いでヤバい性格キャラばっか。戦力はめちゃくちゃ集まってるからどうやって集結させるかが肝かな。ラインハルトが役立たずなのは分かった。作者はゲラゲラ笑いながら最悪な状況を考えてそう。この子が攻略の鍵か。安西千佳の演技がすごいな。聞いちゃう。先週の90分より濃い30分だったな。ラインハルトを呼んで敵を捕獲するのがいいのかな。ベテルギウスもそうだけどただ殺すだけだったらそこまで難しくないんだよな。正解ルートの倒し方が凶悪な難易度なだけで。頼むから30分早すぎる。毎回1時間やってくれ。今の難敵を味方と一緒にどうに囲うにかって状態は嫌いじゃない。
誰か教えてほしいんだけど、魔女教の方々って何をしようとしてるの？わかんない。今後の展開はこんな感じか。エミリア部屋子どうしたのスバルたった今死に戻りをしたんだぜ。今回の敵は体に包帯巻いたやつで、催眠術みたいな能力を持ったやつなんだぜ。今度は操られる前にみんなで力を合わせてやつを倒すんだぜ、みたいな展開かな。なんでラインハルトは洗脳されないの？ラインハルトは能力者に対して完全無効化にする牽制の地位とスキル持ってるって言ってたな。そうなんだ。どのあたりで言ってたの？スバルはなんで洗脳有効なんだろう。暴食は無効なのに。原作読んだらわかる。オープニング見てるとなんとなく暴食の能力が分かった気がする。死に戻ってもっと敵を分析してから攻略で挑まないと、何度も死に戻って無駄になるよね。ラインハルトはワンパンマンみたいなもんだけど、肝心な時にはいない。今更だけどエキドナと手を組んどけばよかったんじゃないの？タイガー道場よろしく。バッドエンドの旅にヒントくれそう。手を組んだ時のイフルート、ゼロから重ねる異世界生活を読もう。何度も死ねば攻略できるのはわかるが、死んで覚えて進むゲームと同じだな。ただ昔と違ってセーブポイントが近いのが気になる。まだラインハルト呼ぶのは正しいと思う。洗脳発動する前にミニアみたいに先制攻撃すればなんとかならんか。どんな状況でも自己紹介はちゃんとする滞在司教好き。2期と違って最初から仲間が多いのは心強い。ラインハルトさんが強すぎて、どうにかしてラインハルト呼ぶだけでは解決しないに持ち込まねばならない苦心のようなものを感じる。一気のキレが戻ってきた感じで面白い。映像から伝わる狂気がたまらない。魔女教の幹部の憤怒がヤバすぎて怖いし、強欲の登場で訳がわからなくなってきた。事態は想像以上に大変なことになっている。何が最善の策なのか、エミリアのピンチに震えてくる。うわ、出ましたよ。この希望をつかんだと思ったらそれが手からすり抜ける感覚。まあ一筋縄ではいかないですよね。リゼロだもんな。最強のラインハルトを封じる方法が強制的に罪なき周囲の人を巻き込むなの、よく考えられてますね。お前は英雄にしかなれないとパックがラインハルトに言っていたけれど、こなたに悪意で敵をなす者がいれば倒さなければならない。そういった意味で自分だけでなく周りにも振るカウンターを仕掛けてくるシリウスとの相性は最悪だなと思うわけです。ラインハルト、まともに戦えば最強なのに、滞在司兄弟でもまともに戦ってくれないし、なんなら倒しても試合に負けて勝負に勝ったみたいなことしてくるから、そこでスバルが生きてくるわけですな。シンプルに武力で戦ってくれたエルザは偉い。感情の共有という敵のエグい能力も全然効かずに、颯爽と敵に近づくラインハルトの描写で最強としてのかっこよさを描きつつも、同じ感情を持つ人間たちでラインハルト囲むことで、その感情にはなれないラインハルトの孤立、天才ゆえの異質も描いてしまう展開に鳥肌が立った。原作よりアニメで見るとエミリアのアクションがより強く見えて感激。ウルトラマンジャック並みに武器を駆使するエミリア。あとエンディング映像むちゃくちゃ良いな。5章の魔女教滞在司教が4人で来るならこちらも総力戦だって熱さが詰まってる。自分やみんなが死ぬことよりエミリアを巻き込みたくない、守りたいとベアトリスを残すスバルくん。けなげだけど愚かなとこあってこういうところも好きですね。塔に一人で向かって無知での活躍を披露する間もなく首をつらされるスバルくん。かわいそうに憤怒許せない。今回のリゼロは登場人物が敵も味方も多いから、オープニングもエンディングも見応えがあってよき。エンディングに何気に初期オープニングみたいなシーンあるけど、初期すぐ死に戻りしちゃってたのに対してみんなに支えられて助けられて死ななかった活動って意気込み感じられる演出すごくいい。回避方法がわからないシリウスの剣の周りの被害を抑えて人質を助ける。死に戻りからのインターバルが短い。ラインハルトでも一筋縄ではいかない。レグルスにエミリアを誘拐されるといった序盤から積んだ状況。怒涛の絶望が襲いかかるの面白すぎるんよ。気が重くなる衝撃展開。
毎回思うけど、己の身の丈を知って他人に相談したり頼ることの大切さを見せつけられている気がする。もちろん、自分でもできることを模索しつつね。戦闘シーンは激しく動いてかっこいいけど、同時に強い緊張感を常に感じるのは、リゼロならではだよな。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。